それでは今日は、マイクがですね連続してちょっとダメでしたので、前回は湘南に行った時に妻の音声が、インカムが調子悪いというかうまくいかず声が聞き取れませんでした。でその次は奥多摩周道路に行った時はですね、インカムは非常によく妻の声も拾えてたんですけども、今度この GoPro 自身が音声をですね、このマイクからの音声を全く拾わなくなってしまったんですね。で外部マイクからの、音声となってしまいました。それでちょっと調整をしてみたんですが、その調整状況によって今日ちょっとこれから走ってですね、音声がちゃんと入っているかどうかちょっと確認をしたいと思ってこれから走ります。そしてこの R1250RS のですね、先般奥多摩周遊道路も走ったんですけども、もう一度今度ワインディングですね、コーナリングの感じを説明しながら走ってみたいと思います。それでは向かいます。この R1250RS なんですけども、非常になんですかね、スタート時からもう非常にスムーズですね。もうギクシャクすることなく、エンジンが完全に温まってなくてもエンジンはギクシャクせずにですね、スムーズな走りをしてくれます。バイクは随分進化してますよね。この R1250RS ボクサーエンジンで、私もう少し振動があるのかなと思ったらですね、ないんですよね、振動がね。並列4気筒のもう S1000R の振動とほとんど変わらない。逆に S1000 より振動がないかもしれない。ボクサーエンジンのこのスムーズな回転っていうんですかね、これを見るとね、なんかそういう感じしてますね。今日は今ロードというモードで、走行してます。先般ちょっといろいろなモードで挑戦できなかったので、今日はいろんなモードですね切り替えて、走ってその感じをですねお話ししたいと思ってます。でもう一台の今日はカメラは右後ろの後輪の横につけてますので、後ろのサスペンションの状況とかですね、そういったものもお伝えできればなというふうに思ってセットをしました。今日は残念ですが一人です妻は仕事の関係ですね。今日は私一人です。もう上りのね、こういうとこもねぐいぐい行きますよね。ほらもう回転数ほとんど上がってないんですよ今も。気持ちのいい走りをしますね。でブレーキの感じも特段S1000 のそれとあんまり変わらない感じですね。この純正のスマホホルダーもようやくこのジョグダイヤルと連動するようになりました。この今、見えるかどうかちょっと分かりませんが、地図もですね、カーナビの地図も BMW の地図です。ようやく BMW が日本の地図を見せられるようになったというかですね、我々、オーナーが見れるようになったということですね。
まだまだ細かい部分についてはですね、やっぱり日本のというか Google マップに比べたらちょっと劣るのかなっていう感じしますけどね、これからどんどん改良されていくのかと思いますので、それを期待したいと思います。まあ、直進安定性はですね、この R1250RS についてはもうピカイチと言っていいぐらいじゃないですかね。ピタッと止まるような感じですかね。まあ、コーナリングもですね、そこに、曲がっていこうと決めたところに、バイクがまあ極端な言い方すると自然に行ってくれるみたいな、適正な円を描きながらそこに、行ってくれるっていうような走りですね。こうニーグリップもですね、非常にしやすい形のタンクですね。タンク形状はまあジェットヘルなんで、風切り音が耳に結構入ってくるんですけど、このエンジンの音より風切り音が勝っちゃってですね、エンジンの音は全く聞こえないですね。まあただただこのコーナーを曲がる時もまあなんて楽なんだろうなっていうそういう感じですかね。ここからカーブがちょっと続いていきますけども、コーナリングはですね、こう出口を決めるとそこにこう、表現としては何がいいのかな、コンパスですかね。今コンパスって使わないのかなコンパスで円を描くような感じで回ってくれます。それも乗ってる私がこうなんですかね、体でそっちにも無理やりっていうかですね、こう向けてあげるっていうことをまあさほどしなくても言ってくれるみたいな。それでエンジンは非常に優しいで、エンジンも滑らかなんで、もうハンドリングなんてね、本当手が離れるぐらいでも全然大丈夫です。もうほとんど力入れてないハンドルはもう支えてるだけみたいな感じで、ピタッと、道路にこう吸い付く張り付くような、そんな走りですね。これは楽勝ですね。水平対向で出っ張ってるんで、エンジンが前倒すと路面に設置するんじゃないかと思うかなんか気にされる方もいるようですけど、私は全くそんな感じを受けませんまた気にしてないですね、ボクサーエンジンが出っ張ってることをまあ下についてるっつっても、まあ、ちょっと上に上がってますからね。このボクサーエンジンが擦るようだったらもうバイクこけてますよ。今ロードなんで途中でモードを変えたいと思います。ダイナミックにします。ここからちょっと変わるのかな。全然エンジンの吹き上がり音がですね、ほらわかります？聞こえます、はっきりとブワーって。やっぱりね、ダイナミックにすると
いやパワーがあるなっていう、そういう感じですね。もうぐいぐい引っ張っていってくれます。非常に本当安定したコーナリングっていうかですね、楽しい感じですかね、コーナリングが。そういうバイクですね、この R1250RS は。さあ小沢峠の下りです。前に車がいてあれなんですけど、全くこうなんだろう小沢峠を下ってる感が全くないですね、このバイクのおかげで、この R1250RS のおかげで。峠も普通の道のような感じで走ってくれます。なるほどね。ちょっときつめのカーブでも途中でこう切り返しみたいのは時々S 線の時も入ったことあるんですけど、この R1250 の場合には切り返しは全く必要ないですね。もう決まった角度でそのままスッと曲がってくれるので、どこまでも曲がっていくみたいな、そういう感じで走ってくれます。非常に乗りやすいですね。ただやっぱり重量があるので、大型バイクに慣れてない方はこの最初重量になれるのが大変なのかなと感じますね。慣れてしまえば重さを利用して走れるんで、これはもう安定感バッチリですよ。やっぱりなんだろうね、最強のツアラって言っても決して過言ではないような私は感じが今してますね。これならどこに行っても怖くない、大丈夫だっていう、今本当に確信めいたものを感じます。早く妻とのねロングツーリング行きたいなって、もう本当に思わせるバイクです。でこういうね、峠道じゃない普通の街道を走ってもそれはそれでゆったりとこう楽しめる走りができるバイクですね。どうですか、聞こえていますかね、このボクサーエンジンの音。まもなく有馬ダムですね。上りもですね、力強く、本当に力強く登っていきますよね、このバイクは。あんまりバイクいないですね今日ね。ちょこっとだけ入っていますね。で今日は鳴らし中なんで止まらずそのまま戻ります。
まあ今午前中ですから、まあ、朝のちょっとした散歩みたいな感じで来ました今日は。すごいでしょ、トルク、ほら全然クラッチ切んなくたって全然大丈夫。結構夏はやっぱりね、皆さん本当に服装がラフな服装でバイク乗ってますよね。まあ暑いからと言うんでしょうけど、どうなんですかね。私は逆にダメですね。半袖とかまあそういう服装ではちょっとバイクに乗る気がしないです、逆に。さあ小沢峠逆行、今度は上りで戻りましょう。本当の朝の軽い散歩です。今度エコモードっていうのがあるので、これがちょっとエコモードでいきたいと思います。エコだからおそらく燃費が良くなるのかな。ということはその分、パワーが落ちるでしょうね。ちょっとね、確かにアクセルを開けたときにちょっとね、一瞬間が空きますね。一瞬、行き過ぎがある感じ。エコだから、さっきまでは開けたら瞬間的にバッと出たんですけど、エコにした途端ちょっと出ません。ほらゆっくりですよね。このエコモードはなんだろうな、高速とか走るときにはいいのかな。燃費がバンって伸びるんじゃないのかなと思うんですよ。逆に峠道とかは逆に危ないかもしれないな。峠ってなかなかね、瞬発的な力を必要とする時あるので、カーブの立ち上がりとかですね、そういった時にこのエコモードではちょっとね厳しいかな。やっぱりバイクって走ってる時にやっぱある程度ね余力を残しておきたいんですよ。峠を走る時もこういった一般道を走る時もちょっとねやっぱり余力を残しながら走んないと怖いし、事故になる可能性が高くなるので、何かを回避したりだとか、急に、なんで行動を起こさなければいけないような時には、ある程度余力があるとですね、その余力を使って、回避行動が取れるんですけど、余力がないとね回避行動を取れないので危険ですよね。ですからこのエコモードは持続的に同じような速度でずっと走っていくには非常にいいモードだと思います。エコですからね、自然にも優しいだろうし、燃費も良くなるので、経済的にもいいのかなっていう感じしますね。エコモードはだいたい分かりましたんで、さらにモードを変えて今度レインにしてみます。雨は降ってませんがレインモードに切り替えました。どんな感じでいくんでしょうかね。やっぱりレインだから路面が滑るということを想定しての、モードだと思いますので、おそらくなるほど。さっきのエコほどじゃないですけど、息継ぎはないんですけどね、よっこいしょ感はないんですけども、駆動輪にかかる感じがスムーズさよりまして、
すぐ反応はするんですよ。反応するんですけど、こうゆっくりとこうパワーが伝わっていくような、そういう、感じですかね。ダイナミックが、絶壁を登っていくようなパワフルな走りだとしたら、このレインモードは、徐々に登っていく坂道みたいな、そういう、パワーウェイトがありますね、感じはね。それとおそらく、タイヤに急な駆動がかからないので、滑りづらくなるのかなというふうに今感じてます。このレインモードならば結構走っていけるんじゃないのかな、そう思いますよ。こう峠道も大丈夫のような感じしますね、このレインモードだと。なかなかいい感じですよ。じゃあ小沢峠の上り逆行、どうだろう、このままレインモードのまま入っていってみようかな。小沢峠レインモードのまま行ってみます。全然平気なんですけどね。結構ね、レインモードでもパワーは残ってますよね。パワーはちゃんとタイヤに伝達されていきますよ。全然問題ないんじゃないですかね。逆にこの峠道とか慣れてない人はこういうレインモードとかがいいような感じしますよね。スーッとパワーが上がってくれるので、このレインモードの走りは初心者向きかもしれない。こういう急カーブだって全然ね、ほら全く問題なくスーッと曲がってくれますよ、レインモードで。いいですね。これレインモードは初心者向けのパワーだと思います。逆に峠が怖いとかいう人にとっては、このレインモードがついてる場合にはレインモードで峠走るのがいいのかなっていう感じしてますね。もしそういうものがついてて初心者の方、ぜひ一度峠怖いんだけどっていう方はレインモードでちょっと走ってみてくれますかね、峠を。難なくいけちゃうような感じしますけど、優しい駆動がかかるのでいいと思いますよ。ちょっとね、トンネルの中路面濡れてんで、まさにレインモードの活躍の場ですかね。で、モードをここでロードに切り替えました。ロードモードに戻しました。あとはこれで、自宅まで行きたいと思います。下りのエンジンブレーキもですね、なんだろうな、こうスムーズなエンジンブレーキですよ。これ国産エンジン、ガタガタしないですね。心地よいエンジンブレーキの効きだと私は思います。こういうとこね、目標に向かって全然バイクの角度を一定で保って走ってくれるみたいな、気持ちいいですよね。本当になんつうのかな、筆で一筆書きでこう、書いているかのような感じでエコも譲ってくれるのなんか申し訳ないね。すいません、そんな追い上げたつもりはないんですけど、普通に走ってたんですけど、なんかやっぱりオートバイが後ろつくのやっぱり嫌なんでしょうね。なんか申し訳ないなと思いましたけど、いいですよね、なんかね。バイクが自然に倒れてくれるみたいな印象です。はい、重いんですけどバイク自体は走ってても重さ感じますよ。重さ感じますけど、その重さが全く苦にならない重さっていうんですかね。スーッとバイクが寝てってくれるみたいな、
からあえて別にそんななんですか、気合を入れてコーナーを攻めなくても普通に走ってれば、まあ楽しいワインディングがまあできると、そういうことですかね。でやっぱりね、このまあ2気筒だからだと思いますけど、燃費もちょっと良さそうですね。悪くないと思います。まあ先ほど申し上げましたけど、まあ、この R1250RS ではですね、本当にどこに行っても安心して走れるツアラーだと思いますね。まあ風が多少あっても全くバイク自身はピクリともしないですね。ピタッとこうはまった状態でこう走ってくれてるみたいな、なんですかね、乗っていてライディングを含めて体に感じる負担は全くないですよね。もう楽に乗っていけるってみたいな、そういったバイクですよね。まあトルクが強いせいもあるのかもしれませんが、こういった道路では本当にギアはですね、もう3速ぐらいまでしか使わないのかな、4速いらないですよねっていう感じですよ本当。まあここまで乗ってきた乗り味ですけども、もうそうですね、非常に乗りやすい。でサスペンションもですね、まあそのモードに合わせていろいろ変わっていくわけなんですけども、非常にこのライディングがしやすいような、そういう硬さにですね、まあ変わっていってるなっていう感じを受けますね。でタイヤがですね、路面に張り付いていけるかのような、まあ、サスの硬さっていうんですかね、まあ、そういったのに切り替わっていくような感じがしてます。ですので、バイク自身が、まあ、上下にバウンドしたりとか左右にブレたりっていうことは全く感じないですね。ピタッとこう路面に張り付いて、回っていく、走ってる、まあ、そういう感じを受けてます。今後は非常に楽しみな、まあ、バイクだなっていうような今そういう思いですね。R1250RS の7C 運転でした。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様ご安全に。